私にとって種子島は母だと思ってます。私は母にいろんな種子島の食を教えられたので、種子島イコール何ですかって聞かれると浮かぶのは母ですね。八木民子です。料理家です。種子島の食材を使って皆さんが健康に過ごせるための料理を提供しております。何で種子島っていうのを知られてるのかなって考えた時に、一番に来るのはロケットしかないと思うんですよね。あと古く言うと鉄砲伝来、やはりそれ以外で種子島を感じてほしい。全部が私にとっては魅力なんですよね。種子島っていうのは明るい月、空に広がる星、朝起きた時に玄関から出ますよね。そうするとその出たところに自生している食材の豊富さ、すぐそれを取ってきて自分の家で食事が作れる。それを取ったことによって作るものがそこで出来上がっていく。いい感じ。それが私は魅力だと思ってます。それを一緒に食材を求めて山に行ったり川に行ったり海に行ったりで、それを通して観光に来られる方とのコミュニケーションっていうのが取れて、種子島の魅力がこういうところにもあったのかっていうのを感じてほしいと思います。売ってる化粧品は買わない。化粧品買わないで、もうそれだけでこんなに綺麗なお肌最高じゃないですか。料理のこだわりは、まず一番に考えているのは種子島の食材を使うっていうのを一番に考えてます。それとやはり私は出汁にすごくこだわってますので、出汁とかいろんなそのタレ、食材に使うドレッシングだったりタレだったり、それをなるべく自家製で作るっていうのにすごくこだわって、でそれを皆さんに食べていただいて、でまたそれをまた皆さんが自分たちもこういうふうに作ってみたいなっていうふうに思ってくれる。それができたら私はすごく食を伝えていく意味で役に立っていけるんじゃないかなというふうに、広げていけるんじゃないかなというふうに思ってます。どうぞ。こんにちは。お邪魔します。はい、どうぞ。します。すごい。やはり食っていうのは多ければ多いほど話も弾むし、笑顔も出てくるし、食の進み方も違うし、昔の日本人どこの家族っていうのもそうだと思うんですけど、孤独さんっていうのがあったと思うんですよね。貧しくてもそこに食べるものっていうのがあるだけで会話が弾んで笑顔になれるのかなって。どんなものでもすごく活かしてくれるというか、あれもいいよね、これもいいよね、こんなものも作れるよねみたいな感じで、私の、良き母親でもありというか、種子島で言ったら良き母親でもあり良き友人でもあり、良き姉妹でもありというか母だというふうに思ってくれる。私も今までそういうふうに感じてなかったんですけど、種子島に遊びに来られて料理を提供した時にすごく言われるのが、これってやっぱりお母さんの味だって。自分たちがちっちゃい時に作ってもらった。だけどこの味が出せないんだよねって。自分もそこに習ってなかったのもあるのかもしれないけど、この味が出せないのにここに来てお母さんの味が味わえるなんて思っていなかったっていう人が何人かいらっしゃるんですよね。だからそういうふうに言ってもらえると、私もそれを伝えることによって母の味を伝えていけられるっていうのが、やっぱり種子島にいたからこそじゃないかなと思います。